じゃあ皆さんいつも動画をご覧いただいてありがとうございます。今日はですねセストフィオレンティーノというところに来ております。フィレンツェからちょっと離れているんですけれども、こちらの工房にお邪魔しております。愛さんというアーティストさんがいらっしゃって、ジュエリーとか絵とかあと彫刻とかいろんなものを作られている愛さんの工房にお邪魔してます。今日はメルカートで以前にお会いしてこういうネックレスとか作っていらっしゃる方なんですけど、以前私こちら購入しまして、その時にお会いした方なんですね。とっても素敵な方なので、ぜひいろいろとお話を伺いたいと思います。行ってきます。どうもお邪魔します来ましたあ、今日も素敵な格好もうはい実はちょっともう撮ってますみたいなお願いします。そうですね、工房は、2人でやってます。で、それぞれが自分の、事業として独立していて、2人の会社ではないんですね。たまたまその1人と1人でやってる個人事業主の2人が、工房をシェアしている状態なので、それだけだとつまらないので、工房として何かできないかなっていう話をして、でまず一緒に作るライン、コラボレーションラインですね、を作ってやってたんですけど、それだけじゃつまらないって言って、この空間結構大きいので、来るお客様とか友達とかが「すごいねすごいね、かわいいね」とか「面白いね」って言ってくれるので、じゃあなんかそれだったらみんなでなんかやれないかなっていうので、いろんなワークショップとかを企画しようっていうので工房として活動するようになったんですね。愛さん、今日はありがとうございます。ちょっと早速なんですけど、いくつか、インタビューさせていただこうと思います。まずですね、愛さんがイタリアに来たきっかけをぜひお伺いしたい。きっかけはあれですね、いわゆる大学卒業のが決まって、卒業までの間に結構みんな遊び倒すというか、そういう期間があるじゃないですか、日本って。でその時に友達と仲いい友達とヨーロッパに行こうって言って、で私は別にこだわりがなかったので選んでいいよってで友達が選んでくれたのがイタリアだったんですね、たまたまで、初めて見たヨーロッパっていうのがやっぱりイタリアで、日本で生まれて育ってで、マレーシアっていう国に育ったことがあるんですね。日本からマレーシアに移住して、でまた日本に帰ってで大学に行って、で初めて見たヨーロッパ、アジアとかは見ていたので、他の国は見ていたので、初めて見たヨーロッパがすごい衝撃的で、やっぱりそれでやっぱり芸術系の大学だったので、やっぱりイタリアは本当にいろんな芸術が街中にあったりとかして、もうカルチャーショックですよね。だからそれを受けて、イタリア来なきゃみたいな私イタリアに来なきゃ、そう打ちのめされて、なんかそうですね、もっと見たいしもっと知りたいみたいなので、さすがにこうすぐには来れない、卒業が決まって働いてお金を貯めて来ようと思って、もう
フランスとかそういうところじゃなくてもイタリアにビビッときた。そうなんですよ。だからフランスに行ってたら多分フランスにわーってなってたと思うし、ドイツに行ってたらドイツでわーってなってたと思うんですよね。でそれがイタリアだったのが、たまたまその友達がイタリアに行きたいって言って、それでいいよって言って、見たのがイタリアだった。運命ですね。なんかね、イタリア、最初にイタリアっていうのもなんか運命だった気がしますね。ねえ、何だったんでしょうね。そうでもなんか後々思うのが、やっぱフランスもだからイタリアに住んでフランスを見るとやっぱりフランスいいなって思って、ないものねだりというか、多分フランスに行ってたらフランスだったんでしょうね。たまたまです。じゃあもうなんかそこがきっかけで走り出したからですね。そうですね。でもともと芸術畑だったので、それが大きかったですね。やっぱその芸術がある国に来て、違うタイプの芸術に行って、でそこからその時代ね、その頃から芸術作品を作るっていうことをいろいろされてたと思うんですけど、今現状の今の作品を生み出すきっかけ、アーティストになったきっかけっていうのはどうだったんですか？それこそもうずっと小さい頃から物を作るとか絵を描くことから始めて、物を作るで、祖母が書道家だったりとか、そのおばがイラストをやっていたりとか、それで入った大学も芸術系だったので、もともとベースとして物を作るっていうのがあって、で日本にいた時も、イラストレーションから始めてウェブ制作、あとウェブデザインとか、そういうデザイン関係にいたんですね。でどうしても二次元じゃないですか、平面で、大学で映像とか写真とかもやったんですけど、全部が二次元だから、こうプロダクトというか手で触れる何かをしたいと思っていて、でそういう時にこうイタリアに来てみたのが、例えば彫金、たまたまですね、ポンテベッキョの名所じゃないですか、通るじゃないですか、通ってキラキラキラみたいなので、うわっみたいな、これ手で作ったのみたいな、そこから自分もやってみたいなっていうので、手で触れるものを作りたいっていうので、身近にあるものがたまたまそう。学校とかに通われた？そうですね。だからその当時はまだインターネットとかも出始めたぐらいだったので、調べる術もほとんどなくて、でもそれでも学校を見つけて彫金のコースに通いましたね。でたまたまそれも、学校自体が、1年のコースに通って、やっぱりやってみると1年じゃとても学べるものではないので、じゃあどうしようかって、学費も高いということで、たまたまそれもたまたまなんですけど、師匠、学校に教えに来てた師匠がすごい来るんだったら、学校終わった後に日本帰ってもう一回来直しなって言ってくれて、じゃあもうそこからいろいろ、絵も描いてたし、どっちかっていうと彫金でそれが中心になっていったとかですね。彫金は全くやったことがなくて、全部ゼロからでしたね。今はメインがジュエリーとかですけど、彫刻もやるし、いろんなものを作り出すということで、特にこれっていうのはないけど、いろいろ作品。そうですね。やっぱりジュエリーはとても場所柄、そのフィレンツェのポンテベッキョがあったりとか、すごく根付いているんですね、ジュエリーって。だから場所柄もあって手に取っていただきやすいっていう部分でやってる、知っていただくっていうきっかけ作りもあって、自分が好きなのもあるんですけど、そういう部分、が強いので、やっぱり一番手っ取り早いプロダクトだなっていうのでやってますね。なるほどですね。じゃあそれでプロダクトでジュエリーをメインで、されてると思うんですけど、作品を作る上でのこだわり、ジュエリーだけじゃなくていろんなものを作ってらっしゃると思うんですけど、自分の作品を生み出す上でのこだわりみたいなのってありますか？やっぱりなんでしょう、溢
でやっぱり土地柄、職人が本当にたくさんいて、ジュエリーだけを取ってみてもものすごく本当に職人をやってる方からアーティストから、あとは趣味でやってる方で、趣味の段階でももうすごく技術的にもたくさんいろんな方がいて、いろんなプロダクトがあって、本当にハイブランドから職人、そしてアーティストまでいろんなものがあるので、そこで自分がやっていく意味というか考えた時にもう全部違う、一点物、ほぼ一点物だけのものにするっていうので、それが一番こだわってますね。一緒じゃつまらない。確かになんか私も購入させて今ねこうつけてるんですけど、なんかすごい一個一個の作品に愛があってその人の例えばそれを身につける人のオーダーメイドとかだと、その思い出とか、なんか記憶とか、なんか身につけてる時にじゃあただただ可愛いとか綺麗とかじゃなくて、そこになんか思い入れのある一つストーリーを入れたものをすごい作られてるので、一個一個の作品にすごい愛情があるなと思って素敵と思って、私もただただ可愛いだけじゃなくて意味があるものもすごい身につけるっていいなと思って身につけさせていただいてます。すごい素敵な、後でいろいろご紹介させていただきたいと思います。今後今すでにいろいろやられてるんですけど、今後やっていきたいこととかありますか？そうですね、もうだいぶそのジュエリーはジュエリーで好きなんですけど、もうちょっとアートというか作品として見れるものをたくさん作っていきたいなと思っていて、もともと作品なんですけど、もうちょっと大きなものとか小さなものにこだわらず、小さくても、もうちょっとギャラリーとか、どちらかというと販売もそうですけど、その作品のギャラリーみたいなのを展開していきたい。すごい素敵ですね。あとは工房としていろんなアーティストを招いたり職人を招いたりして、自分たちの活動だけじゃなくていろんな世界があるんですけど、職人でもそういう方たちを招いて工房でいろんな交流をしたりとかしてるので、そこら辺の活動も広げて、なんかアートで人をつなげていくみたいな。そうですそうです。なんか場所がやっぱりみんなが来て交流して、で興味のあることに対してもっと楽しめる空間、工房、開けた工房みたいな感じですね。結構ね、日本からでもアーティスト目指してとか職人さん目指してとか来られる方いっぱいいらっしゃるので、そういう方々のね、なんか勉強の場とかワークショップみたいなので、もっと触れる場とかもたくさんしているので、いいですね。はい、ありがとうございます。じゃあこの後はいろいろ作品を紹介させてお願いしたいと思います。後ろから見るとこれめちゃめちゃ可愛いと思った、後ろから見るとカップルで前に子供がいる。だって子供ができる前は2人の物語なんですよね。やだそうで2人が行ったから子供ができたっていうので、前から見ると一家だけど後ろにはちゃんとそのバックグラウンドというかストーリーがあるっていう、ストーリーがすごい。そうです。ストーリーがすごい本当に。なんか泣きそうになっちゃった。いやすごいすごい。そうですね。こういうのとかもでしょう、表と裏の表情が違う、こういう感じですね。前と後ろでこう身につけてる時にこうなったりすることがあると思うんだけれども、そういう時にどっちも楽しいように、一度で二度美味しいって言ったらあれですけどね。前のその前から見た
パイザーと風景ですね。風景と後ろまた違う風景が出てくる。で360度後ろから見ても斜めから見ても上から見てもこうあそこだなっていう、一緒に行ってくれた方がいい心強いではでは、はいどうぞどうぞ。一つやってるプロジェクトの中にリコルド・デル・ビーノっていうのがあって、日本語で言うと、ワインの記憶ですね。イタリア人ってやっぱワインの国、まあ、フランスもそうなんですけど、イタリアはワインの国でお祝い事とか普通に友達同士で食事をしたりとかするともう必ずと言っていいほどワインがあって、で、まあ、特にお祝い事の時には乾杯しますよね。でその時に抜いた線のコルクを使ってその時の思い出を一つの絵とか彫刻にするっていうプロジェクトなんですね。だからお客さんクライアントの方によってストーリーが違って表現したい内容が違って毎回違う内容のその一つ世界に一つだけの作品、その時の瞬間を思い浮かべられるような作品を一つずつ作ってます。すごい素敵。なんか誰かの誕生日会だったり、そうですね。例えばこれレプリカなんですけど、これはもう本物はお納めしたんですけど、これは例えばお母さんが2回目の妊娠をして第2子が中にいたりとか、そうね、それお祝いした時のとか、あとは一つのストーリーが花開いたりした時にこういう一輪の花を刺したりとか、あとはワンちゃんがなんかコンクールで優勝した時にその狩りのコンクールで優勝したワンちゃんがその飛んでる写真とか、まあ、写真を元に、作ったりとかしてますね。いやすごい、絶対ワイン飲みますもんね。絶対ワイン飲みます。ワインは切り離せないものなので、文化なので、それをリコルド・デル・ビーノっていうのでやってますね。新しいプロジェクト。そうですね。そうもう何年かやってるんですけど、やっぱりすごいイタリア人の方にもすごい反響があるので、もうちょっと大々的にやっていこうかなと思ってます。はい。ありがとうございます。いや、なんか私もこれもすごく一つのこう手にこう花を持ってるアクセサリーなんですけど、一つ一つすごく意味があって、なんかやっぱりこう街中で可愛いなと思って買ったアクセサリーはちょっとまあもういいかなってなるともうつけなくなったりとか開けてしまったりとかするんですけど、やっぱこの一つ一つストーリーがある、愛があるアクセサリーにやっぱりずっと取っておこうっていうふうに思うんですよね。だからなんかそういう風な思いでいろいろ一つ一つストーリーを。そうですね。やっぱり自分の例えばペンダントだったらハート、その心臓、心の近くにあるものだったり身につけるものだったりするものなので、やっぱりちゃんとして意味があって大事にしてお守り代わりになったり心の拠り所になったりとか勇気づけられたりとか、そういうのをできたらいいなっていう。でそういうものって大事にされるじゃないですか、買って終わりじゃなくて、買って満足して終わりじゃなくて、身につけるからこそ豊かになるものっていうのを一つちょっとテーマにそうなれたらいいなと思って一つ一つ別に作るのはやっぱりそうですね。そういうものを作り続けて、まあこうなんだったらこう代々自分の、ね子供とかその先にもこう渡していけるようなものだったりとかそうなったらもう本当に光栄ですね。それは本当に作り手冥利に尽きるというか、まあそうですね、思いをつなげていくというか、まあ、形を変えるでもいいんですけれども、それをまあ代々そんな大きな話にしなくても、例えば形を変えて
ペンダントだったのが指輪になったりとか、指輪だったのがイヤリングになったりとか、そういういろんな形を変えながらそれぞれやっぱり違うので、お母さんと娘がいてもお母さんの趣味と娘さんの趣味は違ったりとかして、でもそれに合わせて今まで持ってきたものを変えて受け継いでいくっていうのも一つだし、それぞれのストーリーですよね。いや素敵。なんかやっぱり思い入れのあるものを身につけてた人だからすごいいい世界観。ありがとうございます。いやなんかここすごい別にみたいな感じだったけど全然そうじゃなくて、本当一人一人の人に合わせた。そうですね。物で溢れすぎている世の中だからこそ、やっぱり一人一人に焦点を合わせていきたいなっていうのがあって、やっぱり職人だからこそ職人の技術を持ったなんでしょうね、個々その大多数を見据えて作るものではなく、もう一人のお客様ではなく一人の人間の方に、そうですね、捧げるプロダクト。それに一気に価値が上がりますね。そうですね。思い入れがある分、そうですね。物質的な価値ではなく、物質的な価値もあるんですけども、やっぱりそれ以上の、思いですね。思いの価値が、そういう人それぞれ、その人にとっての一番の価値。そうですね。それが一番私にとっても大事なので、そこが一番大事です。人生の先輩みたいな。なんだ先輩と呼ばせてくださいぐらい。もうすごい考え方が素敵。いやみんなそれぞれ違ってね、それが一番大事かなと、大部分で見るのは全てになんか置いて、ね、勉強になります。いや、そんな私も勉強を続けながら少しずつ、です。いや、こちらこそありがとうございます。